こんにちは、メイです。今回はちょっといつもと変わってあつ森のカフェをマインクラフトのモッド建築で再現したらどうなるのかということであつ森×マイクラやっていきます。最初にあつ森でカフェを見てからマイクラでどう再現していくのかを見ていきます。マイクラを動画にするのは初めてなので温かい目で見てあげてください。今回作ったカフェはこちらです。左にカウンター、その奥はバックヤード。真ん中と右はお客さんのスペースで大きな窓があります。一番奥は自家製パン売り場。これを買ってここで食べるのもお持ち帰りしても OK です。バックヤードは小さいですが中身もちゃんと作りました。ドアがドアノブを無視した方向に開いていてまるでトラップですね。段ボールのせいでよく見えないので横から見てみるとこんな感じです。しっかりぎちっと詰まっています。部屋の大きさは横8マスの奥行き10マスです。マイクラでお部屋を作るときに大切な大きさ、これは床面積だけなので壁紙や天井のマス数は含まれていません。設定上窓はなしですが、蓄光ウォールステッカーで作った窓が窓代わりです。上から見たレイアウトはこんな感じ。作ったマス数からマイクラのブロック数に当てはめます。マイクラはあつ森と違って半マスという概念がなさそうなので半マスは使えません。そこだけは注意していきます。あつ森で作ったこのカフェがどうなるのか？こうなります。意外と再現性が高いのではないでしょうか。せっかくなのでどうやって作ったのかもお見せします。まずはじめに床から作ります。モルタルブロックを使って横8ブロック、縦10ブロックの床を作っていきます。マイクラで結構画面酔いするタイプなのでガン視点も入れていきます。あつ森でいうコンクリートの床ができました。次は左壁と正面奥の壁を作ります。壁は床面積には含まれていないので床の横から壁を作ります。あつ森の壁は床から高さ4マスなのでマイクラでは4ブロックまで飾り付けることにします。マイクラでは4ブロックの高さだと天井が低く感じるのでさらに2ブロック後で追加します。正面奥の壁も先ほどと同じように床の隣からブロックを置いていきます。今作っているところはここですね。あつ森では黒レンガの壁を使っています。壁ができたので次はバックヤードを作ります。3ブロック目に木のブロックを置いていきます。あつ森のように細い柱みたいなブロックもあるのですが、マイクラ初心者なのでぎっちりブロックでいきます。ドアをつけるので真ん中に3ブロック分穴を開けて白いドアをつけます。なんとなく形が見えてきましたね。自家製パン前のコンクリートの柱を再現します。カフェのカウンター部分を作ります。キッチン系のキャビネットを使ってこの字になるように並べます。大きめ家具を全部並べてから小物を飾ります。自家製パン売り場台を作ります。あつ森にはない家具を使っているのでかなりワクワクしています。本来置きたかった家具や自由度の高い間取り、これに加えて住民も呼び出せれたら最高でしたね。椅子は同じもので揃えるのもおしゃれですが、今回はオーナーこだわりのいろんな椅子を飾ります。ラタンなガーデンチェアが可愛くてヒーヒー言いながら建築しています。やった！こんな感じで建築しています。大まかにできたので細かい飾り付けをします。あつ森の民なら誰もが欲しがる壁に貼り付くタイプのメニューですね。あつ森ではホール看板をマイデザインでリメイクしてメニュー風にしています。
サイフォンがないので代わりにコーヒーグラインダーを置いて豆を削るのに隙がない環境にします。エスプレッソメーカーの代わりにミルクピッチャーを配置。普通のコーヒーを抽出する家具は見当たらなかったので、このお店はエスプレッソ限定です。カウンター側ができました。カフェっぽいものを置いてカフェらしさを出します。スタバにいる人たちの手元を再現するイメージです。カフェの手前ができたので奥のパン売り場を作ります。ポスターを飾っていきます。店の一番奥に3つ並べることでパッと見広く見えます。こちら最高のパン家具です。おしゃれパン屋さんにあるやつだとわーっと結構大きな声が出ました。パンコーナーができたので次は天井をつけていきます。最初に話していた壁の高さを6ブロック分にして屋根をバックヤードと同じ木のブロックで作っていきます。なんでバックヤードと同じ木なのかというと、実際より部屋の高さが高く見えやすいからです。あつ森では天井の壁紙が選べないので、ここはマイクラの楽しい部分ですね。バックヤードの中も後で飾り付けるので、あえて天井を開けています。後で天井をちゃんとつけるので安心してください。こんな感じになりました。さらに雰囲気を出すためにライトを飾り付けます。マイクラでも相変わらずのズボラさを発揮しています。カウンターの真上に来るように3つのペンダントライトを並べます。まだ初心者すぎて分かっていないのですが、ライトがついてるかついていないかの判断が難しすぎませんか？パチパチやってもよくわかんないですね。縦長テーブルのところに2つ大きめのアイアンランプをつけていきます。透明な光源を置くと明るくなると聞いたので置きますが、よくわかんないですね。カフェの見えるところの飾り付けが終わりました。最後まで後回しにしていたバックヤードの中身を作ります。こんな感じで結構天井まで高いですね。バックヤードといえば棚なので、いろいろみっちりと商品を詰めていきます。あつ森では置けなかった棚下の家具、置けることに感動しています。しかもこの家具、あつ森にもあったらいいなーの家具ですよね。バックヤードが完成しました。もっとぎっちり詰め込みそうな雰囲気ですね。上から見るとこんな感じ。透明光源を仕込んだ後、天井を閉じます。中身が完成したので窓を作っていきます。パン屋側はしっかりと閉じます。直射日光をパンに浴びさせません。こういう窓を集まりでもつけたすぎて剥げると思いながら窓を取り付けています。これで外枠も完成ですね。ただこれでは窓から見た景色がどこまでも広がる平原すぎるので、窓の外も少しだけ景色を作っていきます。と言っても窓から見える木を表現するだけなので、木と草を生やすだけです。細い木の周りに枝をつけていきます。初めてマイクラをした時は全く木の作り方がわからなくて、結局自己流の木を作っています。あつ森みたいに木をドーンと植えるわけではないので、どうやって木を植えるのとかなり悩みました。マイクラは力技ではないんですよね。3本作ったので、ここからは葉っぱをつけていきます。葉っぱは枝周りにつけるイメージでつけていきます。今回使わせていただいたモッドはミニアチュリアとコクリコット、あとはそれを動かすモッドなどです。詳細は概要欄に貼っておきます。木を植えたので木の足元を草で温めてあげます。
かなり温めてきました。草の手前に川とか作っても良さげな雰囲気ですね。お店の中から見る景色はこんな感じになりました。これで全て完成です。こちらがあつ森で作ったカフェ。マイクラで作るとかなりリアル寄りになりますね。あつ森カフェをマイクラで再現する企画はいかがだったでしょうか。マイクラもあつ森要素あるなぁと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。